皆様ごきげんよう、宮山めさのです。本日紹介するのはこちらの航空機。そう、錦大帝です。錦大帝というね、呼び方もしますけれども、今回の動画ではこの錦大帝の性能をこのバーチャル空間で検証してまいりたいと思います。検証にはいつものおまじたちを使っていきます。錦大帝の凄さはとにかくすごいところです。まずは巨大な飛行艇でありながら、最高速度は戦闘機に迫る467キロ、航続距離は驚異の 6423km、偵察時点は7152キロ、すべての方向をカバーする機銃群、爆弾搭載量は最大3トン、偵察任務から爆撃任務、さらに雷撃もこなせるという万能巨大傑作飛行艇、それが錦飛行艇なのです。もしくは錦大型飛行艇、もしくは錦大艇、個人的に言い慣れた言い方ですと錦大艇になりますね。余談ですが、昔ね、船の科学館に展示されていたんですけども、多分ね、100回は行ってるかなと思いますね。館内で連合艦隊の模型を見て、錦大艇を見て、そして日もの30センチの模型をね、買ってもらうみたいなことをしてた記憶があります。はい、そんな感じで、早速ね、錦大艇、発進してね、参りたいと思います。よーし、回せー回せー回せー発動機は三菱火星22型。少々がさばるものの1850馬力を発揮可能です。プロペラも 3.9 メートルと、これは日本機では一番大きなものになりますね。ボーフレー、ボーフレー。あら、どうした？未遂せよ。あら、あらー、あらー。やっちまいましたね。はあ。これはポーポイズ運動と呼ばれるものですね。ポーポイズ運動は離着水時に発生する飛行艇ならではの問題ではありますが、厄介なのは操縦桿で修正するのが難しく、防止するのが困難な上に、ひどくなると跳ね上がりの3回目くらいに機首から水面に突入、最悪機体と搭乗員が失われてしまうという恐ろしい問題なのです。錦大帝は高速を発揮するために幅を狭くしたピーキーな設計のため、無対策ではポーポイズ運動が起こりやすい機体でした。こんなこともあろうかと飛行艇母艦の秋津島を呼んでおいてよかったわ。これで90度回収して修理すれば問題ありま、メサコーメサよメサにバスコだメサー後で強調しておきます。しかしご安心くださいませ。錦大帝にはポーポイズ運動を防止する画期的な装置が搭載されていました。それがかんざしです。操縦席から見えるのはピトー管ですが、このピトー管から飛び出しているのが離水角度指示器というものです。通称はかんざしと呼ばれており、機内の白線と平行に合わせて水平線に一致させるように繊細な操舵をしていけば、ちょうど機体角度を5度に維持することができます。この角度ならば、ピーキな特性のある錦大帝を比較的簡単に離水させることができます。かんざしの装備によってポーポイズ現象への対処は一見落着となったのです。ただこの操縦法が徹底されたのは1944年に入ってからのため、事故によって失われた錦大帝も存在しています。一度離水すれば錦大帝は抜群の安定性を誇りましたが、97式大帝に比べると一瞬を争う操作も多く、乗り換えるのにはかなり大変だったようですね。ということで、今回はちょうどいいので、適当にバーチャルハワイを爆撃してみたいと思います。マーシャル諸島くらいから発進すれば、理論上は全然可能なんじゃないかなと。何せ、錦大帝の航続距離は7000キロを超えています。途中で潜水艦からの給油を受けることができれば、問題ございません。まあさすがに普通の戦闘機でしたら、この超長距離の航行の負担はとんでもないことになりますけれども、錦大帝でしたら問題ございません。錦大帝の搭乗人数は10名から13名と非常に多く、交代制も敷けますので、任務遂行に支障はございません。搭乗員は指揮官をはじめとして、操縦員が最低2名、ナビゲーションや爆撃を担当する偵察員、無線を担当する電信員、場合によってはレーダーを担当する電探員、各部を整備する搭乗整備員など、かなりの大所帯です。まあ、うちではおまんじゅうたちで代用しておりますけどね。どうした美佐子。何？うんこが死体だと？ブーじゃねえ。言っといれ。はあ、錦大帝にはトイレもしっかりありますよ。さらに休憩スペースや寝台、冷蔵庫も完備。長時間の飛行が求められておりますので、飛行機としての居住性は抜群でした。もちろん自動操舵装置もついています。ただし、気化ガソリンへの引火のリスクも考えて、タバコは厳禁です。恩師のタバコをいただいて。ほんま。いろいろあって中間地点まで行きたいですね。
よーし、着水するぞ。ポーポイズ現象も起こらずに、綺麗に着水することができました。今のね、着水の瞬間見てましたか？錦大帝は着水時の波しぶきを緩和する工夫がされていました。この出っ張りのようなものがそれで、鰹節と言います。鰹節に似ていたというだけなんですけども、この鰹節があることによって波のしぶきを抑えることができました。これがないとプロペラに波がかかってしまいますからね。ちなみに錦大帝の主要な材料は、冷泉と同じ超々ジュラルミンです。超々ジュラルミンはアルミニウム合金の中で最も強度が高い素材ですが、腐食性が高いという欠点がありました。飛行艇である錦大帝でそのまま使ったら劣化して水が漏れ出してしまいます。そこでこれを防ぐためにアルクラット板が用いられました。アルクラット板は超々ジュラルミンの表面に腐食に耐えられる薄いアルミを貼り付けてサンドイッチのような形にしたものです。板に傷がついてしまうと腐食してしまいますので、工作には厳重な注意が必要で、しっかりとした検査を行う必要がありました。錦大帝では水が入り込んでしまってバケツが必要だったみたいな証言がありますが、これは修理が不完全だったため、機体の表面が劣化してしまったことが要因ではないかと考えられます。これは高性能を目指したがゆえの代償ではありますね。あとこんなギミックもありますので紹介しておきます。錦大帝は主翼前縁に折りたたみステップが用意されていました。錦大帝は飛行艇であるがゆえに発動機が高い位置にありますので整備がかなり大変です。設計者はそれを想定して主翼発動機前縁に整備用折りたたみステップを設けてこの問題を改善したのです。ただし飛行艇と地面まで高さがありますので落下には気をつけてください。メスよー、後で記述しておきます。またこれは機重機と呼ばれるもので、発動機を乾燥する場合は主翼上にこれを組んでいきます。発動機の乾燥時には邪魔にならないように、プロペラは X 字にして行う必要もありました。錦大帝はかなり背が高いですけれども、これは内部に燃料タンクが敷き詰められているためです。かなり効率的な設計が行われた錦大帝ですけども、給油作業には1時間を要するなど、給油はかなり大変な作業でした。どうですか？飛行艇王国日本の航空技術の結晶、錦大帝。キリがいいので、ここで一旦錦大帝の開発経緯を軽く紹介いたします。錦大型飛行艇、通称錦大帝の開発の背景は、1930年に締結されたロンドン海軍軍縮条約にまで遡ります。当時の大日本帝国海軍は、戦力で勝るアメリカ海軍に対抗するための前言擁撃作戦と呼ばれる国防構想を立てていました。この作戦は潜水艦や航空兵力などで敵艦隊を徐々に消耗させ、日本本土に近い海域に誘い込み、最終的に戦艦同士の決戦で勝利を収めるというものでした。当初は条約の制限外だった重巡洋艦が戦艦の数を補う重要な戦力と期待されていたものの、1930年のロンドン軍縮条約により1万トンクラスの重巡洋艦にも保有制限が課されてしまいます。この結果、日本の対米国防構想は全面的な修正が迫られることになってしまいます。ここで注目されたのが、第一次世界大戦で獲得した日本の委任統治領、南洋諸島とその周辺海域の活用でした。しかし、当時南洋諸島への基地建設は条約により禁止されているだけでなく、飛行場が整備できる場所も限られていました。そこで海軍は島嶼部だけでなく、その周辺海域から出撃できる飛行艇を重視することになります。1934年1月には航続距離4630キロを誇る川西97式飛行艇が正式採用されます。97式は安定性にも優れていた優秀な大型飛行艇でした。現在動画で表示されているのは大日本航空の綾波号です。大日本航空は戦前の国営の航空会社で、飛行艇部門は1940年3月6日内地と南洋諸島を結ぶ横浜、サイパン、パラオを結ぶ空路が実際に開設されています。また、96式陸上攻撃機の正式採用によって、島嶼部を利用した遠距離作戦構想は実現可能とみなされるようになると、97式大艇よりも高速で、より対艦戦闘に特化した新型大型飛行艇が求められることになりました。新型飛行艇の発注先は、97式大艇と同じ川西飛行機でした。川西飛行機は本来、小型の民間機を手掛けており、軍需色がほとんどない航空機メーカーでしたが、戦時体制に移行する中で海軍は川西を大型飛行艇メーカーとして育成していくことになるのです。こうして1938年8月に発注されたのが、後の錦大艇となる
13子大型飛行艇で、艦艇や基地への攻撃を主任務とする攻撃飛行艇としての性能が要求されました。要求は最大速度444キロ以上、航続距離は6480キロ、偵察任務時には7400キロ。加えて、陸上大型攻撃機と同等の攻撃能力が求められる厳しいものでした。設計主務を担当した技師、菊原静雄はこれらの条件を満たすために、前作である97式飛行艇の設計を一新します。13子大艇は川西鳴尾工場で完成し、1940年12月29日試験飛行を行いますが、荷荷重重量28トンで離水テストを実施したところ、飛沫のためプロペラ先端が曲がり離水不能となる問題が発生。この問題は度重なる水槽実験の結果、艇体の小改造と波抑え装置、通称鰹節を装備することで飛沫を抑えることに成功します。そして1941年3月26日に試作1号機が領収され、1942年2月5日に2式飛行艇11型として正式採用が決定したのです。よーし、そろそろ補給も完了です。どうしたまんじゅうたち。何？この付近の水域に敵艦隊を発見だと？それが本命と見た。前期、雷装に換装。バーチャルアメ港の艦隊を撃滅に任務を変更だ。前期離水に成功いたしました。魚雷も搭載済みです。前方に敵艦ミユ。巡洋艦か。まあ肩慣らしにはちょうどいいですね。錦大艇の最大の役割は対艦攻撃です。たとえ20機を失っても敵艦を一撃仕留める、そういう思想で作られたのが錦大艇なのです。よーし、広告の後輩この一戦にあり、前期突入するわけねえだろ。錦大艇は高性能機であるものの、それはあくまでも飛行艇としてのもの。鈍純な機体であるがゆえに、敵艦の弾幕に飛び込んでは生存できません。まっすぐ突っ込んで魚雷を投下するなんてナンセンスですよ。今回は新戦法を試してみるか。よし、敵艦の監視方向から突入せよ。まんじゅうやもうちょっと低く飛ぶな。そしてここで魚雷を投下するのです。魚雷投下。よし、退避退避。投下の仕方がおかしいですって？ご安心ください。投下した魚雷の進路をご覧くださいませ。これぞ帝国戦術、魚雷写真投下です。その名の通り、投下した魚雷を写真、つまり斜めに進むようにセッティングしておけば、理論的には敵の弾幕に入らずに魚雷を投下することができるのです。野生の敵巡洋艦に魚雷が命中。万歳万歳万歳。しゃあ、これが傑作機錦大艇の実力よ。このように魚雷に写真角を設定して投下すれば敵艦の意表をつけるという長所もありました。この魚雷の写真や深度の調整は錦大艇の機内で行うこともできました。錦大艇は航続距離が長大であるがゆえに任務の状況に応じて様々な調整が機内で可能だったのです。どんだけすげえんだよ錦大艇。ただね、一つ問題がありまして、実際に錦大艇が対艦攻撃で魚雷を使ったという記録はございません。これにはね、深刻な理由があってね。後方から敵機からの銃撃はエンジンから火が。なんちゅう脆い船じゃない。錦大艇は非常に堅牢な飛行機です。生産18号機以降の21型では機体の防御強化のために操縦士席や銃座に防弾板が追加、さらに燃料タンクを外装ゴム張りの防弾タンクとするなどの改正が行われています。海軍機としては最も早い段階で本格的な防御が導入されていました。さすが大馬力発動機による4発機は一味違いますね。さすがに戦闘機相手には分が悪いか。おまんじゅうたち、もっと高度を下げるんだ。しかし、多少はご安心ください。錦大艇の迎撃用の基準も盤石です。20mm 機銃座は日本軍機としては初となる電動油圧式の動力銃刀が採用されています。後方にも、そして前方にも 20mm 機銃が用意されています。前方の 20mm 機銃は敵艦艇や敵潜水艦を攻撃する目的があったためですね。ただ弾倉は1つにつき45発なので、あんまり無駄撃ちはしないでください。機体の両側と下側にも 7.7mm 機銃を搭載しているなど死角が少ない配置となっています。錦大艇の別名は空飛ぶ戦艦、連合軍側からはフォーミダブル、恐るべき機体と呼ばれておりましたので、それにふさわしい性能があったわけです。
エンジンから炎が。さすがに被弾しすぎたか。エンジンの前後には防火壁があり、ナセル内部には自動消火装置が搭載されています。艇内からの操作も可能で、手動でも使えますので、いざという時は安心です。あ、メサミープーちゃんね。なんとかペロ8の撃退に成功いたしましたね。相当被弾してしまったようですが、なんとかね、墜落は免れました。このように、錦大帝は飛行艇としては高い速度、圧倒的な航続距離、重武装、様々な任務への汎用性、まさに完璧な飛行艇ではありましたが、錦大帝は対艦攻撃という本来の任務で活躍する機会はかなり限られてしまったと言えます。それはなぜでしょうか。次は実戦での錦大帝の実像に迫ってまいりましょう。日米開戦後、1942年2月5日、正式採用された錦大帝は、すぐさま軽作戦に投入されることになります。この作戦は、復旧しつつあるハワイ真珠湾に対して、錦大帝を用いた長距離空爆を行うという、極めて大胆なものでした。マーシャル諸島から発進した錦大帝は、途中、潜水艦からの洋上補給を受けながら真珠湾への爆撃を敢行します。しかし、現地の天候が悪化し、目標の確認が困難となったため、明確な戦果を得るには至りませんでした。当時、海軍航空戦隊の司令官であった桑原虎雄氏は、戦後のインタビューにおいて次のような趣旨で語っています。幾多の障害を排して、往復4000里を超える大飛行を成し遂げたことは、誠に敬服に耐えない。また、予想しない空襲によって混乱を引き起こし、復旧を遅らせたことは確かである。ただし、この軽作戦の意義が、真珠湾攻撃の戦果に隠れてしまったのは、遺憾千万である。実際、軽作戦による空襲は、米軍内でも混乱を招きました。山中に落下した爆弾は、味方の航空機による誤爆ではないかとの誤解も生じ、米陸軍と米海軍の間で一時的に責任の押し付け合いが行われたとも伝えられています。この混乱は、米軍の兵力再配置などにも少なからず影響を与えたのです。さらに、第二次攻撃の準備も検討されましたが、超過荷重状態での離水に必要だった高オクタン化の燃料が不足していたため、作戦の継続は断念されます。その後、ミッドウェー島の偵察任務にも投入されますが、この際には錦大帝1機を喪失するという結果となりました。初陣を飾った軽作戦は、総じて成功とされましたが、速度や機体の大きさなどから、錦大帝を対艦攻撃任務に用いることは難しいと判断され、当初構想されていた対艦攻撃機としての運用は急速にしぼむことになってしまいます。それでも、当時としては最新鋭であった錦大帝は、敵機の迎撃が予想されるような危険な任務に優先的に投入されました。例えば、インドのカルカッタを物資輸送の拠点として機能させないよう圧力をかけるなど、連合軍の作戦行動に影響を与える存在として活躍します。また、ソロモン方面やエスピリッツ山都市前の夜間爆撃、そして長距離偵察任務などにも幅広く投入され、その長大な航続距離を生かして前線での任務を支えました。前線の飛行艇部隊にとって、新鋭の錦大帝は憧れの存在だったという証言も残されています。戦争が激化していくと、錦大帝は直接戦闘の機会から徐々に退き、哨戒任務などを中心にこなすようになります。1945年に入ると戦況も絶望的となり、制空権も喪失。錦大帝は激しい消耗を強いられてしまいます。最終的に神風特別攻撃隊の先導機を務めることになり、1945年3月11日、錦大帝2機と爆撃機銀河15機とともに米艦隊の一大白地である漆、艦礁に対して攻撃を行います。最新鋭機である銀河とともに行動したことは、錦大帝の高速性を示す事例とも言えましたが、1機の錦大帝が合流に失敗し、到着が遅延。空母ランドルフに損害を与えるも突入に成功したのはわずか1機でした。錦大帝の生産数は167機と言われますが、戦争が激化すると生産規模も縮小され、川西のリソースも市電開に注力されると、1945年の生産数は2機にとどまりました。終戦時の混乱でも少なくない数が失われ、最終的に残存したのは3機に過ぎませんでした。また、錦大帝の輸送機型制空の生産機数は36機と少なく、活動期間も長くないものの、要員や物資の輸送に従事して重要な役割を担いました。制空は1944年以降、ラバウルや南洋の前線基地における輸送任務に従事し、600名以上の搭乗員の救出を成功させました。また、
1945年4月末には孤立したブーゲンビル基地への支援としてマラリアの特効薬などを積載した決死の飛行が行われ、5万人以上の将兵の命をつなぐ貢献も果たしました。制空は錦大艇をベースとしており、高い輸送力と速力を誇りました。もし民間航空路線に投入されていれば大きな人気を博したかもしれません。しかし戦争という時代がそれを許さず、さらに戦後には大型飛行艇というジャンルそのものが時代遅れとなってしまったのです。このように錦大艇は思ったような活躍をすることはできませんでした。これは海軍が戦前に想定した残弦擁撃作戦と実際の作戦が大きく異なってしまったからです。ただ軍縮条約下においては他の戦術はなかなか練りようがないのもまた現実でもありました。先の大戦である大東亜戦争においては急激に進歩する航空技術により錦大艇元より飛行艇という存在それ自体が時代の波に乗ることが叶わなかったのです。さて、終戦後の錦大艇の残存機の一機はアメリカに渡ると、後に日本への返還が行われ、船の科学館への展示が長らく行われました。残念ながら今は東京で見ることは叶いませんが、鹿児島県にある鹿屋航空基地の資料館に保存されています。また、錦大艇の技術的な遺産は現在へと受け継がれ、救難飛行艇 US2 として人命救助や災害対応といった新たな使命を果たしています。錦大艇の系譜は今も生き残り続けているのです。最後まで動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。私が書きました書籍である宮アメサの大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑はありがたいことに大変な好評をいただいておりまして Amazon やその他書店様で購入可能となっています。今回紹介した残弦擁撃作戦の主力として考えられていた日本の戦艦たちの全年代の姿を復元した本になっておりますので興味がございます方は手に取っていただけますととても嬉しく思います。また番組の登録も何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならバイバーイ。じゃねえ。宮部さんの軍艦カレー、おまんじゅうは含まれておりません。